こんにちは、節のやです。今日は HBM は本当に最も高価なメモリーなのかという少し危ない問いをほどきます。シルカスナです。結論は、はい。でも、いいえ。HBM は総額では目立ちますが、1ビットあたりでは頂点ではありません。メモリーの高価さには少なくとも3つあります。1GB あたりの価格、部品1個の価格、そしてシステム全体に与える費用です。HBM は外付けの大容量部品なので、金額が見えます。一方、SRAM やレジスタの費用は、GPU や ASIC の台内部へ隠れます。同じ 1GB を実装するなら、大まかな序列は、レジスタ、SRAM、HBM、DDR や LPDDR、そして難度です。HBM3 や HBM3E は、おおよそ 1GB あたり14ドルから20ドル級です。高いのは確かですが、オンチップ SRAM よりはかなり下です。HBM が高く見える理由は、容量と実装です。24GB や 36GB のスタックを GPU の周囲へ複数個並べます。80GB なら約1200ドルから1600ドル。192GB なら約2880ドルから3840ドル。数 100GB になると、HBM だけで数千ドルになります。では、SRAM はなぜ 1GB あたりで高いのか。理由は単純で、先端ロジック上の面積を大量に使うからです。5ナノメートル級の高密度 SRAM でも、1GB はセルだけで約180平方ミリメートル。周辺回路込みでは、約258から327平方ミリメートル級です。大型 AIA-SIC へ 1GB の SRAM を足すと、内面積が約 50% 増え、良品代原価が倍以上になる可能性があります。レジスタは、さらに高価です。SRAM が一般に6トランジスタで1ビットを持つのに対し、他ポートのレジスタファイルはもっと多い素子と配線を使います。だから、レジスタを 1GB まで増やすというのは現実的な製品仕様ではありません。高価さを理解するための等価換算です。ここからが面白いところです。1GB あたりでは SRAM が高いのに、アクセラレーター1個の総額では HBM が大きくなります。比較用モデルでは、オンチップ SRAM が 256MB、HBM が 192GB、容量差は768倍です。その結果、SRAM 総額は約38から75ドル。一方、HBM 総額は約1920から2880ドルになります。同じアクセラレーターを72機並べると、SRAM は合計 18GB、HBM は約 13.8TB になります。ラック全体では、HBM だけで約 13.8 万から 20.7 万ドル規模。HBM 価格の 10% 変動が、そのまま大きな原価変動になります。同じ設計を72倍しているだけなら、SRAM も HBM も72倍です。価格比は変わらず、変わるのは絶対額です。では、なぜ高い SRAM を増やすのか。HBM と同じ容量を置き換えるためではなく、HBM アクセスを減らすためです。行列演算のタイル、中間結果、ホットな KV キャッシュを近くに置けば、帯域と電力を節約し、演算機の待ち時間を減らせます。3D 積層 SRAM も、SRAM を HBM 並みに安くする魔法ではありません。巨大なロジック台をさらに大きくしないための工夫です。反対に、HBM 総額にもスタック台だけでなく、インターポーザーベース台、2.5D パッケージ、テスト、無止まりが乗ります。ここで、もう一段深く見ます。DRAM、HBM 難度は、メモリーメーカーが独立した台として作りますが、AIA-SIC 内のレスラムは違います。AIA-SIC の中では、演算機、レジスタ、L1 や L 字キャッシュ、スクラッチパッド、HBM コントローラーが同じロジック工程で作られます。つまり、先端 AIA-SIC の SRAM を作る主役は、メモリー御三家だけではありません。TSMC、サムスンファウンドリー、インテルファウンドリーのようなロジック側です。TSMC は DRAM や難度を売っていなくても、CPU、GPU、ASIC 内部の SRAM については、世界最大級の製造企業と見られます。ここで供給網の話に入ります。AIA-SIC の制約は、先端ロジックウェハーと
コースなどの先端パッケージ能力に出ます。需要が逼迫すると、最も高性能なファウンドリーを選ぶだけでは足りません。必要な時期に必要な枚数を確保できるかが重くなります。そこでサムスンに追い風が吹きます。サムスンは、ファウンドリー、HBM、DDR、難度、SSD、先端パッケージを一つの企業グループ内に持っています。サムスンファウンドリーで ASIC を作り、内部 SRAM も同じ工程で作り、サムスン HBM と 2.5D パッケージで統合する。ここにターンキーの強みがあります。ただし、難度は ASIC パッケージに自動で入る部品ではありません。強みは、同じ AI インフラ投資をラックやストレージ層まで横展開できることです。インテルファウンドリーにも追い風があります。18A、リボン FET、パワーバイア、高密度 SRAM、EMIB フォベロスで AI ASIC の代替供給先になり得ます。ただしインテルは、サムスンのように HBM や難度を自社で一体供給する形ではありません。複数社の HBM やチップレットを組み合わせる中立性が武器です。でも、TSMC が混んでいるからといって、完成済み ASIC を簡単にサムスンやインテルへ移せるわけではありません。SRAM マクロ、標準セル、配置配線、タイミング、電力、マスク、HBM とパッケージの認証まで、かなりの再設計が必要です。それでもサムスンが外部 AI ASIC の大型顧客を獲得し、量産で成功すれば、面白い循環が起きます。鍵は、全部持っていること自体ではありません。外部 AI ASIC を十分なぶどまりで量産し、HBM とパッケージ採用を増やせるかです。ここまでをまとめると、SRAM はメモリー誤算家だけの領域ではありません。AI ASIC 内 SRAM は、ロジックファウンドリーの能力そのものです。そして TSMC の逼迫は、サムスンとインテルに第2供給網の機会を開きます。ただし、受注が自動で流れるほど簡単な世界ではありません。住宅に例えると、レジスタは演算機の真横にある専用机、SRAM は都心の個室、HBM は高速エレベーター付きの高級高層住宅です。同じ 1GB なら、レジスタ、SRAM、HBM、DDR や LPDDR、難度の順に高い AI チップ1個の部品総額なら、大容量 HBM が最大になりやすい。AI 半導体設計は、すべてを最速メモリーへ置く作業ではありません。速さ、容量、電力、面積、原価の均衡を取る作業です。結論、HBM は大容量部品として総額が高い。けれど、1ビットあたりのシリコンコストでは、レジスタと SRAM の方がずっと高いのです。高いか安いかではなく、どこで、どれだけ、何のために使うか。メモリー価格は、その問いで読み解くと見通しが良くなります。